皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。バックドライブのつつき打ちが簡単に誰でも持ち上げることができる方法を皆さんに紹介します。これはですね、私自身が6年間この講習会を各地回って6年研究してバックドライブを覚えるための秘密のやり方をちょっと分かりましたので、今日は皆さんにそれを紹介します。よく皆さんバックドライブつつき打ちで打つときにラケットの面がこうやって寝てる方っていませんでしょうか？多いですよね。皆さんどうですか？バックドライブつつき打ちするときこうラケットの面がこうかぶせて寝ている状態っていう方多いですよね。多分結構な方挙げられると思います。これはですね、実際スイングスピードが速いトップ選手向けの実はつつき打ちのバックドライブのやり方なんですよね。なんでじゃあこの面を寝かせたバックドライブが今日本中っていうか世界中で流行っているかっていうと、それは YouTube で世界のトップ選手チャン・ジーカ選手とかファン・ジェイトン選手がみんなバックドライブするときにこうラケットが寝てるシーンが非常に多いんですよね。全部寝ながらこう振ってるんです。なので私たち一般の選手もこう寝ながらつつき打ちを一生懸命頑張ってあげてます。これが皆さん大変なんですよね。こう寝かせてるってこれトップ選手の真似をして皆さんやっぱ自然とやっちゃってるんですけど、私たち一般の選手はどちらかというとこう寝かせてバックドライブするとどうなるかっていうと不安定になるんですよね。スイングが速い時だけ、スイングがガーッて触れた時だけかぶせた時にもういいバックドライブが入ります。でもつつきがガンって切れてる時とか厳しいつつきが来た時とか力がない時、スイング出せない時にこのラケットの面寝てる状態で下回転ボールが来ます。そうするとどうなるかっていうと当たる瞬間こうなっちゃいますよね。落ちちゃいますよね。なのでこれって難しいんですよね。トップ選手みたいに寝かせて早く振れば今みたいにおおみたいな上がるんですけど、はい本当早くです。で擦る感覚がかける感覚が非常に発達してるとつつきもガーンと上げることができます。ですけどこうフルにこうスイングスピードを出せる選手ってなかなかいないので、この振り方は上級者もしくは中級者の上の方インターハイとか出る出ないのそのクラスのラインだったらこうやっぱラケットを寝かせて振ってもらって大丈夫なんですけど、そこまでいかない選手だったら寝かせてしまうともうそれもう弊害の方が多いかもしれないです。その悪い影響の方が。なので今日は皆さんに魔法の角度、皆さんまず一つ目大事なのはまずラケットの角度が大事でして、まずバックドライブができる人できない人もう簡単に持ち上げられるかの秘密はラケットの角度に秘密がありまして、ラケットはこう台と直角もしくはちょっと気持ちかぶせる程度の角度でバックドライブしてください。これがバックドライブが簡単にどんなスイングでも持ち上がる秘密になります。この角度なんですよね。台と直角もしくは少し寝かせるぐらい、ほんの少しかぶせるぐらい、このぐらいですね。ほんの少しです。この角度で皆さん今すぐバックドライブやってみてください。この角度でつつき打ちのバックドライブ、そうすると皆さんびっくりすると思うんですけど、つつき来ても弱めのスイングで当たっちゃっても上がる。じゃあ切れてるつつきが来ても上がる。スイングが鈍っても上がる。差し込まれても上がる。スイングスピードが速い擦る人がやっても上がる。一般の私たちの選手ではラケットの角度を起こした状態でつつき打ちをするともうどんなつつきも簡単に上げることができます。早く触れた時、早く擦れた時専用でラケットを起こしている時は早く擦れてももちろん上がりますし、ゆっくり擦る、早く擦れなくてこう乗っけちゃう、ビビって乗っけちゃう、スイングスピードがない方が擦り上げた時に上がる、ちゃんとかけられる角度になります。なので皆さん今すぐラケットの角度をトップ選手みたいに寝かせてつつき打ちするんではなくて、かっこいいですけど寝かせるんじゃなくてラケットを垂直にしてつつき打ち今すぐやってみてください。すぐ持ち上がるようになります。はい、では最初ラケットの面を寝かせた状態でちょっとバックドライブ、今皆さんが一番多くやっているつつき打ちのラケットを寝かせてやってみます。でこれでスイングスピードが遅いとこうやって落ちちゃうんですよね。ラケットの面がやっぱ寝てる状態でちょっとスイングがやっぱ速くないとやっぱ落ちちゃうんですよね。なのでちょっとスイングをこれで早めってこうやって振り切れば本当に早く振れば上がりますね。でもちょっとつつき切ってもらってもいいですか？つつきを切ってもらったものをこうやってやると上がんないんですよね。なのでやっぱつつきを切られた時に振れないですね。本当に早く振らないと、ラケットを寝かせた状態だと本当早く振らないと私も無理ですね。私も実際こう私ぐらいのバックドライブの力だとやっぱガンってやられたらもう全然この面だと上げることができません。でもラケットの面をこの台と直角にした状態でバックドライブをしてみます。じゃあもう一回切ってもらっていいですか？
こうやって上がるんですよね。上がります。簡単に上がります。スイングスピードが遅くてもこうやって上がるんですよね。なのでとっさにガンって切られた時とかスイングできない時とかゆっくりやっぱ振っちゃうバックドライブの人は直角にするとどんなつっつきでもスイングが遅くても全部つっつき違うバックドライブこうずっと入っちゃうんですよね。手順の2つ目は体の正面でラケットを今度は溜めなくちゃいけないので溜めるのにラケットを台の下に落として体の正面で落とすっていう感じですね。体の下にラケットを落とすでこれ溜めるグッこのやっぱバツつき調バックドライブこの溜めの時間が長いほど持ち上げやすいのでできるだけ溜めてボールを引きつけて出て落ちたところを手順の3つ目で下から上に向かって手首を使って一気にこすり上げる一気に手首を下から上に上げてこすり上げる下から上にこすり上げる下から上にこすり上げるってやるとラケットの目を起こしたままこすり上げてみるとどんなつっつきも簡単に弱いほんとヘナヘナーとしたスイングでこうやってヘナヘナーとしたスイングで上がります。スイングが遅くてもこうやって上がります。びっくりするぐらいでバックドライブがちゃんとかかります。かぶせるとスイングスピードが遅いと回転かかんないですよね。当たっちゃうんですけどそういう時に下から上に面を起こしながらやると遅くてもトップスピン今強烈に相手コートで伸びてます。なので面を起こすと便利なんですよね。どんなスイングスピード遅くなっても当たっても大体トップスピンがかかってくれます。で皆さんよくありがちなの下から上にこするっていうのが意外とできなくてですね皆さんよくつつき打ちのバックドライブしようとして持ち上げようとしてこうやってやっちゃってる方やっぱこすろうとしてるんですけどただこうやって後ろから前ロング線と同じように上からやっちゃってる方がいるので上からじゃなくて下から上っていうスイング方向を変えてください。ドライブロング線の時はロング線のバックハンドのラリーはこうやって上から行ってもらっていいんですけどつつき打ちは下から上なのでスイングの軌道が違うんですよね。つつき打ちを上げるときは下から上でロング線になるときは上っていう感じでこういう弧線の違いを意識的に使い分けるとつつき打ちを持ち上げた後のロング線が非常に切り替えがスムーズにいくで技も混ざらないんですよね。よく、皆さん混ざっちゃうんですね。ロングを打っているバックハンドなのかつつきを持ち上げるバックハンドなのか混ざってこうパーンってつつきをこう叩きに上からいっちゃったら絶対落ちちゃいますよね。なので要するに下から上つつき打ちは絶対下から上つつきは下から上でラリー中は上からっていうこういうラインなのでスイングはこうと違いがある。なので下から上にこすり上げるっていうのをつつき打ちは意識してやってみてください。でお腹の下でぐーっと溜めてでラケットの面を起こしたまま溜めてで体の中心でボールを引きつけて下から上にこすり手首を使った手首をグッと手首を切り使う手首を最後にグッと使うと回転量の非常に強いバックドライブで簡単に持ち上げることができます。はい、では最初ラケットの面を寝かせた状態でちょっとバックドライブ今皆さんが一番多くやっているつつき打ちのラケット寝かせてやってみます。でこれでスイングスピードが遅いとこうやって落ちちゃうんですよね。ラケットの面がやっぱ寝てる状態でちょっとスイングがやっぱ速くないとやっぱ落ちちゃうんですよね。なのでちょっとスイングをこれで早めってこうやって振り切れば本当に早く振れば上がりますね。でもちょっとつつき切ってもらってもいいですか。つつき切ってもらったものをこうやってやると上がんないんですよね。なのでやっぱつつき切られた時に振れないですね。本当に早く振らないとラケットを寝かせた状態だと本当早く振らないと私も無理ですね。私も実際こう私ぐらいのバックドライブの力だとやっぱガンってやられたらもう全然この面だと上げることができません。でもラケットの面をこの台と直角にした状態でバックドライブをしてみます。じゃあもう一回切ってもらっていいですか。こうやって上がるんですよね。上がります。簡単に上がります。スイングスピードが遅くてもこうやって上がるんですよね。なのでとっさにガンって切られた時とかスイングできない時とかゆっくりやっぱ振っちゃうバックドライブの人は直角にするとどんなつっつきでもスイングが遅くても全部つっつき違うバックドライブこうずっと入っちゃうんですよね。ラケットをこう直角にしておいてで溜める時はこのお腹の下体の中心でラケットを下にちょっとグッと入れてでここでグッと溜めてボールを引きつけて最後下から上にこすり上げるこれ下から上っていうのが大事ですね。よくありがちなのは前一直線に向かってやってしまう方が多いので上回転の打つ続きと一緒に混ざって上からいっちゃうと絶対落ちちゃいますので下回転に巻きちゃうので下から上にこすり上げるそうするとこうやって上がります。だから簡単なんですよね。下から上にラケットの面を起こした状態で溜めて下から上で最後に手首を
キュッと使うとバックドライブが今シャークにラケット当たった時こうボールが上がってるんですけど、スピンがすごく強くかかってます。これが誰でも誰でも頭突き中のバックドライブ一気に成功率入る確率がもう 100% になったという、もう必殺の頭突き打ちになります。下から上のスイング、下から上のスイングっていうこういうメリハリをつけてこすり上げると、ドーナツ下回転もキュッとびっくりするぐらいキュッとおおみたいな感じでめっちゃ簡単に上げることができます。今すぐ皆さんこの魔法の角度、これ絶対忘れないでください。絶対入れないように、直角、台と直角っていうのがどんなタイミングでも上げることができるという、バックドライブの入る確率を大幅に上げてくれる魔法の角度です。ぜひ皆さん今すぐやってみてください。ありがとうございました。私も実際こう私ぐらいのバックドライブの力だとやっぱガンってやられたらもう全然この面だと上げることができません。でもラケットの面をこの台と直角にした状態でバックドライブをしてみます。じゃあもう一回切ってもらっていいですか。こうやって上がるんですよね。上がります。簡単に上がります。すぐにバックドライブ頭突き打ちが簡単にギュッとびっくりするぐらい持ち上がります。